YouTube ご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめましての方はじめまして、相談の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はですね、オープニングの映像がちゃんとよく撮れてなかったんで、全然関係ない日にね、また撮り直しております。今回の、動画なんですけど、ハイホテルになります。ホテル L として紹介させていただきます。1975年から86年に開業したハイホテルになりまして、大型コテージが3棟、さらにその背後に小型コテージが7棟ほど構成されてたんですよね。で、サウナ付きの部屋もあったそうです。1992年頃に廃業したそうで、その頃にマンションとして使用されていたけど、98年頃に使用されなくなって、2002年頃に廃墟化したっていう噂ですね。で、ここはですね、肝試しに訪れたカップルが、17号室でホームレスのを見つけたという噂があるそうですね。ただ、これは噂であって、あくまで、真偽は不明とされております。で、ここは、ホテル以外にも、ここに向かう、峠があるんですけど、そこの峠付近自体が心霊スポットとして、言われてるそうで、この峠自体もなんかすごいこと書いてあって母親を探す三輪車になった子供の霊が、もともと目撃されるってね、有名だったみたいですね。その中でもこのホテルがやばいっていう風に、地元ではね、噂されてるそうなんですよね。肝試しに行った人の噂だと思うんですけど、一番怖いとされてるのが、一番右側の部屋で、ベッドの下を覗くと足のないおかっぱ頭の女の子が、すごい形相で睨んでくるそうなんですよ。なんか怖いですよね。で、フランス人形の生首があって、それだけで鳥肌が立ったそうなんですよね、この方は。一緒に行ったその友人も探索を終えて車に戻ると、男性のうめき声を聞いたそうなんですね。その友人の方は聞こえたけど、この今発信してる方には聞こえてなかったそうなんですね。で、どうやらこれは一番右側の建物ではないらしいです。はい。で、もう、これ撮影を終えてから数ヶ月がちょっと経っておりまして、その時調査した動画をまとめましたので、よかったらご覧ください。結果的にまとめもここで言っちゃうんですけど、実際僕の身に危険を及ばすようなことは起きてません。はい。ただ、また今回も暗視カメラで影等の映像を捉えたのでね、よかったらご覧ください。イエイ。ドーマンセーマンドーマンセーマンすぐに呼びましょう名字レッツゴー車を止めてたスペースがこんな風にジャングル化してます。はい、じゃあ早速ね、中の方をしてお邪魔していきたいと思います。人気あるな。水もめっちゃ溜まってるね。ヒニングが大量にね転がっております。すいません、失礼します。部屋12号室なんだね。じゃあここから順番に辿っていきましょうか。端の方から失礼していきます。端の方とモーテルって感じだね、作りが。ここでもすごいよね。おかっぱの女の子の霊を見たとこ、お母さんを探す三輪車の霊をこの峠で見たって今すごいんだよね。続いて11号室になります。こっちもやっぱその開く部屋開かない部屋ってのがありますね。気になるものはないかな。7号室かな。失礼します。でもこれワンルームって感じですかね。続いて6号室。
計3000円、お泊まりは5000円。基本はでもほんとこんな感じなんだね。ね、和室をモチーフにしたようだね、これ。あそこに小鳥線香があるね。ここも一応ひとときがあったのかな。上にシミはないけどさ、なんかシミみたいなのがあるね。次行きましょうか。本当はこっちが先だったんだね。1号室です。これもうレジだね。端多分使ってたレジですね、これ。領収書の紙だ、これ。管理棟になるんだな。料理とかこっちで作ってるんでしょうね。だんだん奥の方行くとね、道は開けてきました。これすごいな。上の方にもあるよ、まだこっちね。こちらは15号室になります。こっちはなんかホームレスとかそっちの業者がいる匂いするね。失礼します。うわ、でもこっちの方が生活できそうなんで、こっちがマンション化だったんでしょうかね。うわ、すっげえ、こんなに並んでます。これどこに回ろうか。ちょっと16号室行きましょうか。ここで生活は無理だね。何この植木。でもここ生活感がちょっと溢れてるよね。ここがあれかな、マンション化だったところの一つだったのかな。ドラゴンボールのね、下敷きクリアファイルとかありますね。いや、でもこれ絶対住んでたね。絶対住んでたな、これ。16号室でした。で次あれがその問題の17号室ですね。ここだけでもなんかさ、柵があるね。なんでだろう。結構荒らされてるね。17号室です。ラボって感じじゃないですよね。最後ここでそのホームレスのね、仏様を見たってことなんですけど。でも確かに生活感溢れてるね。割れちゃってはいるけどさ、あそこに靴とかあるしさ。これか。亡骸があったかわかんないけど、これ確かにいたよね。なんかさ、牛の亡骸がすごいあるし。
だいぶ生々しい空間だね、ここね。で、お風呂。何これ、新聞紙に開けられた跡がめちゃくちゃあるんだけど、なんですっげえ黒点が刻まれてるんだけど、何かの念がこもってるみたいだこれ。ダメだ、ここちょっと寒気がする。17号室やばいってなんか分かった気がする。何？ぬいぐるみ可愛いよねって言ったよね。ぬいぐるみなんて今あったっけ？さらに奥の方来ました。26号室の方出たんで、じゃあ26号室行きましょう。いや、待った。こっちも人いたんじゃない？こっちもなかなか生々しいよね。開けてない。何これ、コーヒー。生々しいなこれ。ピチャッとなんか足元でこっちに近づいてくるんだよな。でも人だったらね、ここ絶対草木をその音がねいいから分かるんだよね。失礼します。ここはいないか。特に何もないですね。はい、失礼します。22号室です。あれ、きれい打ち付けてある。それで21号室行きます。なんか子供関係の備品がちょいっとありますね。キーちゃんかなんかだよねこれ。当時の新聞だ。1993年。これ縄文新聞ってこれ群馬県ですね。ここは群馬県じゃないですけどね。和藩省になったのでこっちだね。雰囲気がやっぱ全然違うんですね。その残留物がやっぱ残ってる残ってないで全然違うよね。20個行きましょう。行きづらいからさ、一番ここが荒れてない。荒れてないね。何今三輪車の受けのようなさ、女の子の悲鳴のような声。ここ行って俺大丈夫かな。ここの部屋は何もないけど、一つ気になったのが窓ガラスが割れてないね。ここでもなんか常に誰かにさ、覗かれてる感じがするっていうか。人じゃないよね。じゃあ行きましょうか。では18号となります。
全崩壊だね。個人的にやばいと思ったのが26号室と次やっぱ17号室ですかね。17号室はちょっと定点やってやります。17号室はなんかちょっとね、待機しようとは思えなかった。ここで取り消していきます。背後にめっちゃ暗い感じるんだよね。風、窓ないんで風が吹いてるせいだと思うんですけどね。どっかドア閉まる音だって。すいません、失礼しました。お邪魔しました。まあ、影はね、峠なんで、動物の鳴き声とかもちょっと入ってたりするんですよ。で、おそらくあれは、僕の中では、今回も、前回の公演の映像もね、あれは人じゃないかって言ったと思うんですけど、今回は動物の影のようなそんな気がします。
なみにサイの河原って皆さんご存知ですかね。親より先に死んでしまった、幼いお子さんが三途の川の近くで石を積むっていう、そういう作業をするんですね。こうして石が積み上げられたものがたくさんで並んでおります。奥の方とかすごいな。ぎっしり奥の方まで積まれてます。これは多分お子さんですね。まさにこれが水国用のお地蔵さんだ。絶対そうですね、これ。悪液退散悪液退散病原ウイルスかかる前に手洗いうがい手洗いうがい予防しましょう陰陽師レッツゴー Yeah 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 Yeah